今回のテーマは基本のベーグルです。クリームチーズを塗ったりサンドイッチにしたりいろいろなアレンジができますが、この動画では基本になるプレーンベーグルを作っていこうと思います。アレンジ編の動画は来週公開予定ですので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。まずは測っておいた砂糖から1つまみほどをぬるま湯に溶かします。そこにドライイーストを入れて少し置いておきましょう。イースト菌が活発になります。その間に大きなボウルに強力粉、残りの砂糖、塩を入れて混ぜます。先ほどのイーストがぷくぷくしてきたところで粉類の中に入れてよくこねていきます。手に生地がベタベタとくっつくので、初めはヘラを使っています。ある程度粉が水気を吸ったら途中から手でこねていきます。表面がつるっとするまでこねますが、硬くて大変な場合は途中で 1,2 分ほど休ませると生地が少し緩んでこねやすくなります。こね終わったら乾燥しないようにして暖かい場所で30分ほど発酵させます。だいたい 1.5 倍から2倍くらいに膨らんだら4等分に切り分けて丸めていきます。丸め終わった生地は乾かないように固く絞った濡れ布巾をかけておきましょう。いよいよ成形です。横幅20センチぐらいの楕円形に伸ばしていきます。両端が細くなりすぎないように少し長方形寄りの形を目指す方が綺麗に焼き上がります。伸ばし終わったら端から押し付けるようにしながらくるくると巻いていきます。閉じ終わりは指でつまんでしっかりとくっつけ、コロコロと転がして表面を滑らかにします。念のため輪っかになる長さがあるかを確認してから片方の端っこを手のひらで押しつぶします。焼いた時に裂けにくくするために先ほどの閉じ目が輪っかの内側に来るようにして押しつぶした方で反対側の端をくるみます。ここでも閉じ目はしっかりと念入りにくっつけてください。成形が終わったら20分から30分ほど二次発酵させます。沸騰したお湯に蜂蜜を入れて生地を茹でる準備をします。お砂糖でも代用可能ですが、蜂蜜の方が表面にツヤが出ます。茹でるときはグラグラ状態の鍋では茹でないでください。表面の生地がボコボコとしてしまいます。お湯の中にそっと生地を入れて片面30秒を目安に両面茹でていきます。茹で上がったらすぐに200度のオーブンで綺麗な焼き色がつくまで焼けば完成です。茹で上がりから焼き始めまでは時間勝負なので、茹で始めのタイミングで予熱が完了するように準備しておいてください。ベーグルの定番といえばクリームチーズとスモークサーモンですが、次の動画では美味しい10種類のベーグルアレンジをご紹介します。そちらもチェックしてみてください。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。